どうもリクです。今回はブラックエンバーのフォージについてレビューしていきます。結論としてはほぼ完璧なバッグ、意外で面白いブラックエンバーの 3A バッグへのアプローチについて解説していきますので、最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。最も実用的な 3A バッグと言える。厳密には 2way。バックパックモードとブリーフケースモードをシームレスに行き来できます。2way や 3way を謳っているバッグのほとんどに言える欠点として、バックパックモードやブリーフケースモードを行き来する際に変形手順が多すぎてめんどくさくなり、結局どれか一つのモードで運用するという末路をたどってしまう点があります。そして大抵の場合、内部の構造がバックパックモードに特化、もしくはどちらでも使えるように構成されているため、結果使いにくいものが多いです。これは 3way あるいは 2way バッグにとって大きな課題でした。しかし、フォージはこの課題に対して意外なアプローチで解決を図りました。一つはブリーフケースの持ち手を大きくしたことです。サイドの持ち手がここまで大きなバックパックを見たことがありません。デザイン上小さくされがちなバックパックの横ハンドルを大きくしたことで、バックパックからブリーフケースに移行する際のハードルを大きく下げています。そしてこのハンドルはブラックエンバー製品共通規格の取り外し可能なパーツとしてカスタマイズできるため、任意のタイミングで取り外せ。この大きなハンドルが苦手で買うのをためらう理由にならないのがうまいところです。2つ目がバックパックハーネスの収納方法です。これはシャドウシリーズでも採用されている構造ですが、確か旧フォージが最初の採用だったと思います。シタデルシリーズのようなハーネスの一部を取り外して長いベルトを手で手繰り寄せ収納するタイプのバッグは山ほどありますが、バックパネル自体が開きベルトをそのまま収納できる製品は数少ないです。その中でも実用的な分厚さと通気性を兼ね備えた背面パネル、バックパネルを採用しているのはフォージが唯一と言っていいかもしれません。この収納方法によってバックパックやブリーフケースの行き来をする上でのストレスは大きく軽減します。3つ目は内部の構造について。先ほども言ったようにほとんどの多機能 3way バッグは内部の構造がバックパックを想定した縦で構成されているものが多いです。しかしフォージはほとんどブリーフケースを想定した横で構成されているように見えます。これが最も意外な点です。単純に考えると横想定のバッグを縦にしたら中のポケットから物が飛び出しぐちゃぐちゃになってしまいそうな感じがします。さらにバックパックとして運用したらいちいち横にしなければ物を取り出せないため一見合理的でないように思えます。しかしながらフォージは全て想定済みです。フォージの内部ポケットのほとんどはジッパー付きのメッシュポケットになっています。またバッグ表面のクイックアクセスコンパートメントは中のメッシュポケットにジッパーが付いていません。最初縦にした時物が飛び出してしまうのではないかと心配しましたが、実際に使っていて気づかされました。バッグに物をある程度詰めた状態でこのポケットを見ると両端がピンと張っているためメッシュポケットが密着し、縦にしても中のものが飛び出しませんでした。バックパックだからこそ縦ではなく横の構成が便利なのです。これはバックパックを購入する際によくある誤解です。よくよく考えてみればわかりますが、バックパックから物を取り出す際、多くの場合はバッグを横にしています。背負った状態で片方のショルダーハーネスを肩から外し、バックパックを前側に持ってきた形が最も頻繁にやる行動です。この時全てが横向きになるため想像以上に物が取り出しやすいことに気がつきます。厳密には 2way と最初に言ったのは、ショルダーストラップは脱着式なためショルダーバッグとして利用すると普通にくっつけたり外したりしないといけないからです。その他のいい点、このバッグには他にも優れたポイントが数多く存在しています。
カスタマイズの自由度が高いこと、防水性に優れていること、セキュリティも考えられていること、必要に応じてめちゃくちゃ薄くできること、そして容量を拡張できることです。この辺については多くの人が言っているので、この動画ではあまり語りません。しかし近年の高機能バッグの需要としては全て満たしていることを意味しています。ほぼ完璧といった理由。このバッグにも少ないながらいまいちな点があります。1つ目は6つのジッパーのないポケット。 PC ポケット側とメインスペース側に3つずつジッパーのない大きめのポケットがあります。これらは滑りやすい素材なため、重めの小物を入れてしまうとクラムシェルでガバッと開いた時に物が外に飛び出してしまう恐れがあります。有効な使い方としては、薄くて軽いもの、マスクやミニタオル、もしくは滑りにくいもの、ケーブルのようなものを入れるのがいいと思います。誤ってツルツルした小物を入れてしまうと思わぬ場面で紛失してしまう恐れがあるので注意が必要です。いまいちな点の2つ目がホコリがつきやすいということです。これはかなり残念なポイントです。表面の素材上、ホコリっぽい場所で使ったり、毛の長い絨毯の上などに置くと白いホコリが付着し、なかなか取れません。ホコリがついてしまっても使っているうちに取れてくるので、慣れれば気にならないかもしれませんが、見た目の清潔感が損なわれてしまうので抵抗がある人も多いかもしれません。毛が抜けやすい衣類をよく着る人や犬や猫を飼っている人は毛がくっつくことを念頭に置いて考えてください。デザイン的にも優れたバッグなので、これはぜひ今後改善してほしいですね。まとめ。今回紹介したバッグ、ブラックエンバー、フォージはかなり人気で、よく品薄状態に陥っているバッグです。しかし品薄が納得できるクオリティとデザインで、個人的にも買ってよかったと感じました。購入を考えている人の参考になれば幸いです。ここで買う時の少し注意しておきたいポイントを言っておきます。それは付属品についてです。今回僕が買ったのはフォージに付属品が全部ついたフォージマックスという全部盛りの製品です。しかしこれはアメリカのブラックエンバーの EC サイトでしか購入できません。日本のブラックエンバーの公式サイトで買う場合は少し買い方が異なります。日本の公式サイトで買いたい方は注意してください。何かわからないことがあればコメント欄やツイッターで気軽に絡んでみてください。またすでにこのフォージを使っている人やこれから使い始める人でおすすめのカスタマイズがあればぜひ教えてください。参考にします。最後までご視聴いただきありがとうございます。こんな感じで普段バッグのレビューや生活に役立つ情報を発信しています。またメインチャンネルのイミグラブではバッグをひたすらパッキングする動画をアップロードしています。こちらもぜひチェックしてみてください。また Twitter や Instagram もやっています。ぜひフォローをお願いします。最後にこの動画が面白いと思っていただけたら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。